アニョン、パクンです。チャンミンさんを招いております。チャンミンさんも僕も日本のヤンキー文化を見て、これ面白いな、特集だなと思って、本日それを特集でお話しできればと思っています。じゃあまずは、日本でどういう系のヤンキーを見てきたのか。僕は鹿児島と今の茨城と千葉県の成田とか生活しながら、東進のヤンキーとは違う田舎ヤンキーといわゆるマイルドヤンキーという職たちと会ってきたんですけど、ヤンキーといっても真面目にどっかで働いてるし、もうファミリーカーとかも大きく持って、もうただそこに派手な魔界族という方が知って、金髪のお嫁さんと子供たちと派手な格好でイオンモールを歩むことはよく見てきたと思います。今私たち言ってるヤンキーっていうのは人殺したりそういうヤンキーじゃなくて、真面目に働いてるけど、ちょっと見た目だけが不良なみたいな、そういう系の話ですよね。そうです。入れ墨とかタトゥーも何もないし、ただ髭伸ばしてはみ出してるけど、でも割と真面目に勤勉に働いて、子供たちが育てたりもする実際話してみると面白い人たちが多かった経験があります。韓国でヤンキーと言われる人はどういうものなのか。韓国でいうヤンキーは不良です。だから人に悪いことしたい奴らの集まりをヤンキーと言います。なんで、派手なだけじゃなくて、タトゥーも多くて、街並みの人に喧嘩もかけたり、もう最近問題になってるそういう迷惑をかけること自体をコンテンツ化するという人たちが多いから、それで問題になってるんですけど、日本のヤンキーたちとは質が違うと思うんですよ。もっと悪い奴らが多いのが普通の、そうですね、韓国のヤンキーというイメージじゃないですか。やってるその行動っていうのも違うかなと思っていて。日本のヤンキーたちも LED とかマフラーを解除してボワーンボワーンとか音入れるのは好きなんですよ。ただ一番違うのはあれです。向こうは信号はあんまり守らないし、ウインカーとか入れないんじゃないですか。周りの運転者に迷惑をかけるのがちょっと韓国のヤンチャーなバイカーたちだと思うんですけど、日本の方は派手なんですよ。うるさいんですよ。ただ停止信号守るんです。あと、日本のヤンキー文化で面白いなと思ったのは、地方のドンキホーテ入ると、そういった方が多い。ドンキホーテ、特に夜2時、3時まで営業したり、24時間メガドンキは、聖地で普通の平凡な人たち寝る時間から集まって、そこでコスメコーナーとかで、爪が長い姉さんたちが集まるんです。ギャルたちが求めるものを夜遅くまで売ってるからだと思います。ピアスのところかなと思うんですけど、で、それコーナーでもみんな集まってるし、ブリッジコーナーですかね。色染めの薬のところとかは、みんなもう、今回は何色に染めようかという悩みを議論しながら集まってるのをよく夜遅くまで見るところが結構ありますね。韓国のヤンキーって言われたら、そんな簡単に、同じ場所にいるっていうのは難しかったりする。まず、飲み屋でも一緒に座りたくないんですよね。いつ喧嘩かけてくるかわからないし。韓国のヤンキーと、いわゆる人たち、体でかくて、タツーあって、蛍光の服着ててみたいな。そうですね。違いますよね。割と、田舎ヤンキーたちタトゥー入れ墨やってる人もいるんですけど、韓国だとほぼ 100% と言ってもおかしくないんですよね。あと、韓国で最近そのヤンキーの恋愛番組流行ってますよね。日本のですか？はい、見てます。これ、僕面白かったのは、まず韓国だったらそういうヤンキー系の人で恋愛番組すると絶対撮らせないんだろうし。絶対無理じゃないですか、それって。炎上して、なんでこういう人たちを社会の番組出すんだよみたいになりそう。実はあそこに集まってる人たちって、高校時代に不良サークルとか、もう先輩たちと巻き込まれてそういうのをやってたとか、ただ勉強好きじゃなかった人たちが多いと思うんですけど、割と話聞いてみたら、今ただキャバ嬢とかガールズバーとか運営したり、ちょっと日本でちょっと普通とは言われない仕事をやってるだけで、人々の生活はそんな悪くないという反応が韓国では、このヤンキーは見た目と一致して悪いこと知ってる人が多いから、そういうギャップを感じるじゃないですか。日本の方で、この恋愛番組に出てる人たちが外観を知ってるけど、実は、もう優しいところがあるじゃん、もう普通にいい子たちじゃないというギャップを感じるから韓国で人気があるのではないかと思います。そうですよね。今の話聞いて思ったのが、韓国のヤンキーだと、不法賭博だったり、カジノとか、それで犯罪巻き込まれてるイメージあったりするんですけども、日本のヤンキー、柄悪そうに見える方々も、実に仕事、掃除だったりとか、建設だったりとか、されてて。むしろ、祭りとか行ったら、普通の人たち、普通に祭り楽しんで食べて、そのまま帰っちゃうんじゃないですか。むしろ、祭りが終わった後に掃除する子たちって、むしろ田舎のヤンキーたちが掃除してくるんですよ。もちろんその人によるんですけれども、見た目で判断してはいけないってことを、日本に来てつくづく思います。そうですね。特に、ヤンキーに限っては、韓国はちょっと見た目と、実際行動がちょっとある程度一致するところがあるから、恐れ
れを持ってしまうんですけど、日本だと、見た目そうなんだけど、車になんかランプバンバンバンついてるけど、定時信号ちゃんと守ってくれるし、道迷ってる時に教えてくれたり、そういうことも何回かあったり、助けてもらったこともあるので、面白い、なんかいい感じで、面白い観点で見てるところがあります。なんか今の話とは若干それるんですけども、なんか日本ってグレーの領域が広いなっていう印象を持ったりしてて、それこそさっきキャバクラとか、ホストの話もあったんじゃないですか。はい、だからそのヤンキーと言われる人たちもそのグレーなゾーンになんか集まったりとかしてて。韓国はそういうなんかちょっと文化に対しては、闇になることは確実に闇にするところが多いんじゃないですか。そうです。出しちゃいけない、タブされる。でも、それとしても、そういう悪いことがないわけではないから。あるけど、絶対闇に残させるのが強いかと思うんですけど、日本だとでも、まあ、ある程度はオープンされるところもあるから、そういうグレージョンと言われるのもそういうことですよ。もう全く闇とも言えないし、闇のとか別のところまたあると思うんで、完全に人をどうにかするんだとかなんかちょっと売春まで行くもんではなければ、ある程度でいいと思います。そうですよね。韓国で大人向けの店とか、そのホスト、キャバクラ全部禁止ですよね。はっきり、まあ、誰が見てもその不法ってわかるようにして。だからその、ヤンキーみたいな韓国人も逆にそれを、私たちはまあ黒ですよみたいなことをはっきりしようかなと思ったり。そうです。人生そこに落ちてしまったから、俺らってどうせなんか後もねえやというふうにもなるところもあると思うんですけど、むしろある程度健全なところじゃないんだとしても、ある程度は外に出していく必要はあるかなと。そうですね。今の話に付随するんですけども、はい、日本ってヤクザも変だなと思っていて、なんかヤクザと呼ばれる組織があって、なんか警察の監視をもらってるけど、なんか逮捕はされてなくて、なんか別になんかちゃんとした仕事やってますみたいなことになったりしてて、それもなんか違和感だなと思ったりとかするんですよね。確か、僕は実は本物のヤクザたちをちょっと夜の飲み屋で会ったことが一回あります。鹿児島で一回あるんですけど、そっちの方は今まで行ったヤンキーとか前時計とか行く道自体が違うんですけど、住むところが違うところがはっきり分かれている感じがあります。だから普通に真面目に過ごす人ができるエリートな人の影響がしっかり分けられて、その中で普通の人、グレーなヤンチャみたいだけど、ある程度真面目な意図があって、そういうヤクチャみたいに犯罪にかかってる時もあるけど、しっかり分けられて生活に一部みたいな預かっているのではないかと、特に何か起こさなければ対応することもないよというふうに見てるのではないかと思うんです。半グレという表現もあるんじゃないですか。もちろんそっちは悪さしてる人間の方なんですけど、でもある程度なんか区分されて、もう住むところが違うからというのは、ちょっと韓国のヤンキーという面とは違うんじゃないですかね。ちょっとみんな混在しながらちょっと過ごしてる感じが強いから。そう、なんか、みかじめ料ってヤクザが守ってあげるから、その気持ち代として決めてはないけど、あなたたちがあげるぐらいあげてみたいな。だからそういう気持ちがヤクザがお金取ったりしてて、それもかなりグレーだな、みたいな。やってることを半分脅迫みたいな。もちろん、ある程度保護して、それを取る分、でももっと悪い奴らから守ってあげる。ただそこに対して、いい悪いとやっぱ言う、あれは僕らにはないと思うんですけど、それ自体もある程度日本である種なんか良くも悪くも文化ではないんでしょうかね。こうやってヤンキーとかヤクザの話をなかなかする機会僕なかったんですけど、今日できて面白かったです。ありがとうございました。チャンミンさんと日本のヤンキーについて話をしました。ヤンキーもかなり独特な、日本文化、それが良いか悪いかは別として、日本という社会で生まれた文化かなと思って、ヤンキーに対しては私たち韓国人ではなくて、他の国からも興味持たれたりとかしてて、その中特にバイクバンバンプしてる人も YouTube に動画があったら海外から見られたりとかするんですけれども、なぜその日本でヤンキーが生まれたのとか、そのヤンキーが今このような活動をしてるっていうのは、どういった他の人との因果関係があるのみたいな話も探ってみたら面白いんじゃないかなというふうに思いながら、こうやって話したりとかしていました。では、チャンミンさんと3回にわたって話をさせていただいたんですけども、これって僕が勝手にお願いして、自分のストーリーを聞かせてくれる方を探していて、それで行われた、取材なので感謝をしております。ありがとうございます。いや、こちらこそ。いや、面白かったです。チャンミンさんちょっと話したいことがあるらしくて。スタンドアップコメディを東京で展開していってます。日本語で参加したり、もしくは英語のスタンドアップコメディも参加したりして、今度はちょっと韓国語のスタンドアップコメディを日本で展開して、コメディの日韓関係をつなぐ役割をちょっと知っていく活動を展開していこうとしているところです。マイク1個で人を笑わせる、もう漫才とは違うんですけど、そういう漫才でもいいんです。興味がある方は、ぜひ、日本のスタンドアップコメディというと2、3カ所しかありませんので、ぜひ一緒にやっていきたいと思います。
こうやって、東京の中で韓国語でスタンダップコメディをやるという、文化も参戦して、広めようとされているところなので、興味のある方は、ぜひ、参加してみてください。お時間いただきありがとうございました。ありがとうございました。